の皮かぶった悪魔だ。ロックンロールだぜ。今日も頑張ろう。もう頑張ってるんだこれが。テンション低すぎませんかね。こちとらもうすでにこのステージを2周回ってるんですよ。テンションが上がるわけがない。なんですでに2回も周回済みなの？ 1 回目はシンプルにクリア方法がわからなくて済む。2回目はなんかしっくりこないエンディングだったので今3周目をやってるわけです。しっくりこないエンディングってこのゲームマルチエンディングとかあったっけ？今回に限っては若干ストーリーが変わるみたいです。というわけで今回やるステージについて説明をよろしく。これまた唐突の振りだな。今回やるのは前回と同じアルマ3ってゲームの DLC、SOG の2つ目のシナリオだよ。要は今回もベトナム戦争のシナリオってことです。結局今回もマルチ用のシナリオをシングルでやる感じになるの？そうなりますね。一応シングルモードではありますが内容はマルチのと変わらないみたいですからね。シングルモードとは一体？そもそも SOG って DLC 自体がマルチ向けなんで。なんでぼっちなのにそんなものを買ってしまったんだ。ほんとそれも。今あなたのことを言ってるんですよ。そういえば今回はどんな任務なの？まあ一言で言うなら嫌がらせ。今回もか。なんか天気が悪いね。やっぱりですか。私の気のせいではなかったようですね。誰が見てもわかるでしょ。そんなこんな言ってる間に今回お世話になる MSS レルフォーン基地に到着です。そんなに規模は大きくないけど結構堅牢そうな基地だね。一応アメリカ軍の基地になるの？赤い旗なんで米軍の基地ではないと思います。じゃあ南ベトナム軍？まあここラオスですからね。はあ？ちょっと待って、ここベトナムじゃないの？ラオスです。隣の国じゃないか。なんでラオスなの？ベトナム戦争ってインドシナ半島全体で戦いが起こってたんですよ。じゃあベトナム以外の国でも戦闘が行われてたってこと？そうです。特にラオスは北ベトナムが南ベトナムにいるゲリラに物資や兵力を輸送するホーチミンルートと呼ばれる道路が通っています。そういう事情もあって米軍もラオスを爆撃したりしてました。ざっと58万回ぐらい。爆弾落としすぎだろ。地形が変わるわ。っていうかよくそれだけ爆弾用意できたな。ジャックリーク。なんかすごいところに着陸してない？ちょっと離れてみてみますか。ヘリポートの意味がね。なんでそんなとこに降りたんだ？なぜ通路を選んだ？なんかヘリポートには絶対降りないという固い意志を感じますね。なんて不毛なポリシーなんだろう。私としては無事に降り立ってくれればそれで十分です。相変わらずあっさりしてんな。それで今は何をやってるの？今はヘリコプターに積んでおいた重機関銃と迫撃砲を下ろしてるところです。今回の任務で使う武器だね。そういえば結局今回のどんな任務なの？嫌がらせ。それは聞いた。なんていうか具体的にどんな嫌がらせをするのさ。そんなことまで知りたいんですか？この食いしん坊め。普通は知りたいと思いますよ。あと食いしん坊は関係ない。じゃあまあひとまずマップを見てもらいましょうか。これが今回の戦闘エリアのマップです。書き込みがいっぱいあってごちゃっとしてる。マップ中央のやらないかマークが書いてあるところが現在地です。せめてオスマークだろ。それで親の敵のようにバッテンマークが書いてあるのがいわゆるホーチミンルートです。この基地からも見ることができます。あれが九段のホーチミンルートなわけか。意外と近いね。そんでもって今回はあそこを通る車列を襲うのが私たちの任務です。もうどっちがゲリラかわからないな。本来この任務は2チームに分かれて作戦を行うようにできてます。というと、クレーマーを持ったチームが道路に降りて車列を足止めする。そこをこの基地に残ったチームがこのキャリバー50と迫撃砲で1号打陣に破壊。いいだけトラックを壊して遊んだら撤退。そういう流れみたいなんですよね。この任務は案の定私しかいませんけど。そうだよ。一人でどうやってクリアするのさ、そんな任務。分身するとかできるんですか、そんなこと。いや無理です。だろうなのでシステムをうまく利用して作戦を遂行します。ひとまずはこの屋根の上にキャリバー50を設置。すげえ安定しなさそう。でも狙撃には格好のポイントです。あれ、機関銃とか言ってなかったっけ？そうです。ブローニング M2 重機関銃です。狙撃に使う武器じゃなくない？何を言ってるんですか。
ベトナム戦争から35年間、狙撃最長距離を持ってたのはこの M2 ですよ。ミリタリーオタには常識なので覚えといてください。いつから私は軍オタになった？せっかくなので、この武器の実力を見せてあげましょう。狙いは敵のパトロール部隊です。そういや。なんか全然当たってなくない？でも弾道はまっすぐでしょ。確かに弾道はまっすぐだけど、これって狙撃っていうのか？仕方ないじゃないですか。敵がバカみたいに遠いところにいるあげく、照準したら敵がサイトにかぶって見えなくなるんですから。高額照準器を。やっぱ狙撃なんて無理なんじゃないか。まあでもほら、たまに当たってるでしょ。弾が。ダジャレかよ。まあ確かに、たまに敵に当たってますね。まぐれっぽいですけど。まぐれじゃないです。私の実力です。こんなんでいいのか？あなたの実力は。100発撃って3人だから、命中率3%ぐらいだぞ。3%しかって考えるからダメなんですよ。3%も当たってるんです。3%で威張ってる人初めて見た。一応これで、パトロール1チーム仕留めたかな。死んでんのか伏せてんのかここからじゃいまいちわかりませんけど。150発撃って4人か。効率としてはどうなのやら。でもここからなら、安全に敵を仕留められます。確かにそれはそうだね。でも面白くないので、残りのパトロールは降りて直接型をつけます。戦闘狂にも程があるよ。まあもともと、これは足止めしたトラックを撃つためのものですからね。だとしたら今、150発ぐらい弾を無駄に使ったね。ということで、崖を下って山を降ります。やめたよ。そんなことよりも、さっきシステムをうまく使ってクリアするとか言ってなかった？それはどういうこと？ああ、あれですか。このシナリオでは、2つの条件が揃うまではトラックが来ないんです。2つの条件？1つ目は、基地に火器が2つ置かれること。さっきの機関銃と迫撃砲だね。そうです。そしてもう1つは、道路にクレーモアが置かれることです。なので、クレーモアを道路に置いてから、基地に戻って迫撃砲を設置すれば、基地から安全にトラックを叩けるわけです。じゃあトラックの足止めはクレーモア頼みになるっていうこと？さすがに頼りなくない？その通り、ぶっちゃけ頼りないです。なので、私が基地から M2 で運転手を撃ち抜きます。いや無理でしょ。3%ですよ3%。まあ、最悪トラックのエンジン叩けば止まるんで、なんとかなるでしょ。本当にうまくいくんだろうか。心配だな。何はともあれ、ひとまずクレーモアを置きに行きますよ。敵のパトロールがいない。別に敵がいないのはいいことなんじゃない？本当にいないのなら別にいいんですがね。索敵漏れして奇襲されるのはごめんです。あ、今なんかいたような。いますね。左手に。先手を打ってやりましょう。全然当たってない。一体どうしたんですか？お酒でも飲んでんですか？疲れてんだよ、こんちくしょう。あ、そういや3周目とか言ってましたっけ？そうです。しかも、1周1時間半かかってますからね。じゃあもうちょいで、3時間半これやってることになるわけだ。目腐るよ。大丈夫、もう腐りかけてる。全然大丈夫じゃねえ。もういっそ、日を改めたらどうです？気になって眠れなくなるんで嫌です。無駄にストイックだ。さあ次はお前だ。これで全部かな？あと1人ぐらいいそうなもんなんですけどね。普通にそこに隠れてた。さすが草に紛れられるとわからないね。そうですね。まあでもここは、その草があんまりないフィールドなんで、前回と比べれば断然楽ですね。よし、仕留めた。最後エイム諦めてませんでした？気のせいでしょ。いやいや、一人倒すのにワンマガジン叩き込んでたよ。私そういう性格なので。どういう性格だよ。何はともあれ、これでこの一帯は安全になったと思います。そういや、さっきの敵が死に際にスモークグレネード投げてったけど、あれは何か意味があるの？死ぬ前に一度は投げてみたかったんじゃないですか？悲しすぎるわ。なんで死に際に思うことが、そういやスモークグレネード投げたことなかったな。何ですか？真面目に、どういう意図があるんです？知らねえですよ、そんなもん。そんなものを持ち込む余裕があったら、一発でも多く手榴弾持ち込む人間なんで。冒険すぎる。というわけで、クレーモアを設置していきます。相変わらずどういうわけかはわからないけどね。ちなみに、このクレーモアに限らず、仕掛け爆弾系は、全部自爆のリスクがあるんで気をつけないといけません。怖すぎるでしょ。まあ、リアル思考だとこうなりますよね。あと、クレーモアは50メートルぐらい間隔を空けて設置します。重量的に4つしか持ち込めないんで、一発一発を丁寧に使いますよ。でも一応、機関銃がメインのストップパワーなんでしょ？そうですよ。でも、撃ち漏らしたらこいつだけが頼りなんで、
まあないと思いますがね。絶対4発じゃ足りないな。これで準備 OK です。じゃあ、次は基地に戻るわけだね。うおー、登れ登れ、お前ならいける。人間をヤギ扱いしないでください。結局遠回りさせられました。そりゃあの坂は登れないでしょ。でも下れたんですよ。重力ってものがあるんですよ、世の中には。ひとまず、設置したクレーモアを上から見てみましょう。なんだ見えねえじゃないか。自分で仕掛けたやつでも、離れるとマークが消えるんだね。風ぐらい見えてもいいもんですけどね。三角をプって読まないでください。そう読むのはゆるキャンぐらいだ。なんだ、ひらがなが改訂されたわけじゃなかったんですか。改訂のしようがないでしょ。ひらがななんて。ということで、迫撃砲を設置しますよ。どういうわけなんですかと問いただす間もなく、ストーリーが進んだ。ってことは、急がないとトラックが来ますね。で、迫撃砲をどこに持ってってるの？見晴らしのいいとこ。いや、私でも知ってるよ。迫撃砲って壁に囲まれたとこに設置するもんじゃないの？まあ、大抵はそうですね。っていうか、なんでそれは知ってるんですか？映画で見た。おお、なるほど。なら、その映画で迫撃砲を撃つとき、誰かが座標を指示していませんでした？言ってた。その役目やる人がいないんで、私が目視で敵を見ながら撃たないといけないんです。きつくない？マルチ用のシナリオを一人でやるってのは、そういうことです。もうオープンサーバー探せよ。嫌ですよ。何語かわかんねえ言葉で会話してる中に、こんにちは、とか言って入っていくのは。猫かぶる気満々だな。あと何語かわかんねえのに、ジャパニーズで押し通そうとするなよ。てなわけで、トラックが来るのを待ちましょう。あ、トラックだ。ついに来たね。 3台ですか。1台目はホロ付き、物資輸送用かな。あと2つは歩兵を輸送してますね。この雨の中屋根なしか。辛い待遇だ。まだ機関銃で撃たないの？せっかくなので、最初はクレーモアとやらの威力を見てみましょう。来るぞ。意外としょぼいなおい。まあ、足止めには十分なんじゃない？というかそんなことしてる暇ないんだった。早く残り2体を止めないと。あちゃ2発目のクレーモアも使っちゃったね。ああ、もったいない。ちょっと油断してました。まあ、まだ2発あるからいいんじゃない？それもそうですね。集中してやれば、もうこんなことはないでしょうし。で、なんか、脱出用のヘリを呼んでもいいとか言ってるよ。ああ、確かに呼べるんですが、ここで脱出を要求すると、しっくりこないエンドになるんですよ。最初に言ってたやつだね。せっかくなので、これが終わったら、どんな感じのエンドか見せてあげますよ。ちなみに、救援を呼ぶ場合は、この建物の中の無線機から呼びます。これで帰りのヘリを呼ぶわけだね。まあ今回は呼びませんがね。呼ばないとどうなるの？次の車列が来ます。そういや最初の方で、いいだけトラックを壊して遊ぶとか言ってましたね。まあ、正確には、ナレーターのエルシドが、もうええやん、さすがに帰ろうで、って言い出すまでですがね。エルシドいつから関西人になった？後続の車列を発見。なんか止まってるね。ちょいと遠いですが、まあいいか。射撃用意、始め。さすがにこの距離だと、当たってるのかすらわからないね。そうですね。撃ち手も勘で撃ってますしね。勘で撃ってるんですか？勘以外に頼れるものがないんで。でもまあ、どこかしらには当たってるでしょ。さあ、楽しい砲撃の時間ですよ。迫撃砲の操作って、なんか難しそうだけど大丈夫なの？大丈夫。このゲームでは、マップを見ながらクリックするだけなんで。でおい、トラック動いてるじゃないか。あ、ほんとだ。どうするんですか？さすがに、走るトラックを迫撃砲で撃つなんて芸当はできません。急いで M2 に戻ります。間に合うか？いや、これ間に合うか？ああ、もう1台目はクレーモアコースだ。2台目はまだなんとか乗りそうだよ。うおー、止まれ、止まってくれ。事故があった時の電車のように止まってくれ。ああ、無情にもすり抜けていく。クレーモアを全部使い切っちゃったね。まあ、なんていうか、そういう日もあるさ。まだまだ来るんでしょ？車列。来ますね。あと2つくらい。ここからは本腰入れてやらないと後がないですよ。はい、頑張ります。なんか
かむっちゃ撃たれてるけど、大丈夫なのこれ？どうせ当たりっこないですよ。結構距離ありますし。それは慢心ってやつなんだ。じゃあしょうがないですね。少し白リン弾を話しますか。何ですかその恐ろしげな砲弾は。一言で言うなら、合法焼夷弾。怖いよ。これが、今持てる武器の中で、一番対人火力が出る兵器なんでね。うわ、なんかまがまがしい。っていうか、絶対これ化学兵器の類だろ。包括的な化学兵器の使用禁止は、1997年からなんで政府。やっぱ化学兵器の類なんじゃないか。うおー、ウェルカム、トミーザ、キル。地獄にようこそじゃないですよ。いやまあ、地獄のような様相を呈してはきましたけどね。今回はきっちりトラックを8の巣にしますよ。そして、迫撃砲で一気にスクラップだ。ファースト射撃。なんだか生き生きとしてますね。このゲームって、なかなかはちゃめちゃできるステージがありませんからね。いつも陰湿な銃撃戦ばっかりなんで。陰湿ってか、その銃撃戦は基本陰湿でしょうよ。こういうグラセフ的な派手なドンたちは、テンション上がりますよね。じゃあグラセフやれよって言われそうな気がする。それに、迫撃砲を動かすか撃てるミッションもほとんどないですしね。危な。今迫撃砲に銃弾直撃しなかった？ええ、今のはちょっとヤバかったですね。やっぱ危険なんじゃないか。もう一回敵兵減らすか。さあみんな集まれよ。今年の冬にゆずきサンタがやってきたぞ。今日はみんなに素敵なホワイトクリスマスをプレゼントだ。まあホワイトって言ってもミリーピートの方だけども。悪魔だ。成人の皮かぶった悪魔だ。いやでもクリスマスは燃え上がる夜って表現するじゃないですか。物理の話じゃねえよ。情熱とかそういう話でしょ。断じて化学的炎の話じゃねえよ。The NVA have you almost surrounded. お、 It's time to ようやく go. 話が進んだね。意外とかかりましたね。もう迫撃砲弾からですよ。ここからは3週目のゆかりさんでも未知の世界なんだよね。そうです。Hillsborough reports enemy AAA surrounding the site. No extraction possible. Bug out of there on foot. は？ヘリ迎えに来ないのかよ。可愛いゆかりさんを助けるためなら命3つぐらい捨てられるだろ。決死の覚悟で助けに来いよ。マリオか。普通の人間は命一つしかないわ。なんかすごい数の敵が迫ってきてるみたいですよ。仕方ない。腰抜けどものために徒歩で脱出しますか。それしかなさそうだね。だけど、どこまで逃げればいいんだろう。多分どっかのランディングゾーンまで走れってことだと思うんですがね。シシルいる。これ何人ぐらい仕留めたんでしょうかね。クリアすれば最後に統計みたいなのが見れるんじゃないですか。そうですね。ちょっと楽しみにしときましょう。約700メートル先か。これぐらいだったらなんとかなりそうだね。うわ、すごい炸裂音。方角的にさっきまでいたレグ砲基地ですね。迫撃砲かヤホーで攻撃されてるっぽい。これ敵むっちゃ怒ってるよ。ほんと、何やらかしたんでしょうねあいつら。いやあなたのせいだよ。いえ別に私何もやってない。大いにやらかしてたよ。なんだったらジャングルごと全てを焼き払う勢いだったよ。まあその責任は基地の奴らに押し付けるとして私たちはとっととずらかりましょう。モノフォン基地は完璧にとばっちりだ。うわ、声がする。どこだどこだ？どこからか撃たれてますよ。上だ。上から撃ってきてるんだ。あれでもこの山の上ってモノフォン基地がある方向だよね。もう基地陥落してんじゃん。もうすぐそこにおるやんけ。うわ、腰ダメ射撃が当たった。反動の少ないライフルでよかった。そんなことより、なんであいつらこの坂走れるんだ。プレイヤー走れないのにずるいだろ。ヤギか。お前らはヤギか。いやまあ、ヤギでも崖を走ったりはしないと思うけど、ひとまずピンチは脱したね。他の奴らが追いついてくる前に移動しましょう。あれ、なんだか拍子抜けですね。さすがに、敵があの二人だけってことはないでしょ。守れって言ってるから、これからワンサか来るんじゃない？そうですね。前回のこともありますし、気を引き締めていきましょう。誰も来ねえ。人気のないラーメン屋でも、もうちょい人気があるぞ。いや逆逆。人気のないラーメン屋でも、もうちょい人気があるぞ、でしょ？そうでしたそうでした。いやまあ確かに、ぶっちゃけ暇だね。Columbia, this is Covey. We got a problem. You're boxed in. The slicks can't make it in there. Break south. I say again. はあ、 South. ここにも来ないのかよ。なんだお前ら。アンチゆかり派か？そんな組織聞いたことねえよ。そりゃそうです。いたら私が弾圧してます。独裁者か？そんなことより早く逃げないと。
エルシドもスモーク焚いて逃げろって言ってますよ。スモークなんて持ってねえ。そういやそんなこと言ってましたね。でもざっと見る感じ結構な敵がいますよ。どうやって脱出するんですか？そうですね。ちまちまライフルで倒すってわけにもいきませんし。よっしゃあれでいくか。食らいやがれ。使い捨て式バズーカだ。見てくれは派手だけどなんか効果はいまいちっぽい。それならこいつもお見舞いしてやる。ウィーリーピート、キーに決めた。なんでポケモンみたいになってるんですか？私が効果今一つとか言ったからですか？そうです、責任取ってください。一体何の責任を取れって言うんですか？今がチャンスだ。走れ走れ俺たち。一体いつの曲歌ってんですか？あと走れじゃない走るだ。流れる血尿そのままに。病院へ行け。それは何らかの病気だ。死にたくないでおじゃる。そんなモビ使うのはおじゃる丸ぐらいですよ。っていうか徹底して光線を避けるんだね。だって絶対戦っても勝てそうにないじゃないですか。それに倒しても敵が減らないんですよね。もしかして無限脇？かもしれない。Okay, there's not much time. The NBA は are almost 何 done. 億？ There are いやいやさすが hundreds に of them. 本当にそんなに渡してはないよね。前回を踏まえて考えると意外とそれに近い数の敵がいるかも。いやだって3桁近く敵を出されたら私より先にパソコンが悲鳴を上げますよ。っていうかもう悲鳴上げてないですか PC。 まあ確かにびっくりするくらいファンが回ってますけどね。やばい、本格的に敵だらけじゃねえか。うわ、目の前にもおるやんけ。左からも撃たれてるよ。いやどうしろっていうんだ。さっき言ってた通り本当に3桁いるんじゃない？いやえ、マジなんですか？だってゾロゾロ迫ってきててもおかしくなさそうじゃん。やべえ、どうしよう。ひとまずあんまりひとところにとどまるのは良くないですね。破砕手榴弾で突破を試みますか。そして前回よろしく。若干迂回しながら目的地に走ります。もはや見慣れた風景。よしいいのだ。なんとか目的地に着きましたけど、どう見てもヘリが降りれそうにない場所だ Blue ね。 ready too. あれ Toss smoke スモ on ーク your を投げろと faucet か言 so っ it てる doesn't よ。 drop it too え near you. そんなもの持って Stay ないん clear ですけ until the ど。 bomb goes っていう off. 人がいっ Get ぱい it いるんだろう fast. ね。 The slicks will 勝 be 手に right ス in モークが behind the 焚かれた。 blast. とはいえ、こっから私はどうすりゃいいんでしょうね。爆弾うんぬん言ってるけど航空支援があるのかな？ここら一帯を吹き飛ばすってか？ BLU82 とか言ってるけど何なんだろう。聞いたことあるような、ないような。なんか降ってきてるよ。ああ、そういうことか。いやいや何なんですか？あれはデイジーカッターです。レイジーカッター？新品や建物をなぎ倒すための爆弾なんですよ。奴らはあの爆弾で新しいランディングゾーンを作ろうって腹なんです。すごい爆発だ。さあ競争だ。今あのランディングゾーンはノーマークです。でもすぐに敵も集まってくるでしょう。敵より先にあそこにたどり着かないといけないわけだね。文字通りこれが最後の希望かもしれません。全力で突っ走りますよ。了解。 Hold this LZ. The slicks もう are ヘリ in. は来てるみたいだよ。うおー、最後の300メートルだ。くそ、敵だ。邪魔をしてくれるな。敵もランディングゾーンに向けて走っててね。ダメだ、相手をしてる暇はない。一か八かの最後の B ダッシュだ。フリーズブートキャンプを思い出せ。それは思い出さないで。今日は前回と違ってなんだかんだうまくいってるんだ。頼むから綺麗に終わらせてくれ。ヘリが見えた。着陸まで秒読み。ひとまず砲弾穴に入って身を隠します。ヘリコプターが着陸するまで敵が詰めてこなければいいけど。詰めてきたら詰めてきたで自決用に取っておいた爆連弾をかましてやりますよ。自決用だったの？来たこれ。私は生きて基地へ帰るぞ。よし乗った。でもまだ敵が追ってきてるはずだよ。そうだよ。とっとと飛び立てよこのヘリ。銃声が聞こえる。仕方ない。こっちも応戦している。森にでも帰りやがれ。 Well, that was too close. You guys should not have gotten any supply train. Down there, は look. 私は生き残ったぞ。エイドリアン。なんで最後はロッキーなんですか？ほらほら基地の諸君。ゆかりさんが帰ってきたぞ。
なんか閑散としてるね。なんだ寝てるのか？ほら起きろ。起きないと焼け死ぬぞ。何やってんだよ。せっかくなので鮮烈な目覚ましの一発をと思って。鮮烈すぎてみんな永遠に眠ってしまうわ。ということでなんとか今回も無事クリア。そういえば敵をどれぐらい倒したか見るって言ってなかった？そうでしたそうでした。見てみますか。一人で100人倒したってか？私思いのほか頑張ってた。頑張りすぎだろ。っていうか倒した数がこれだから。実際には敵がもっと湧いてたことになりますね。どんなミッションだよ。じゃあ最後に途中で救援を要請したらどうなるかをお見せしましょう。そういやそんなこと言ってたね。もうダメぽ。お迎えに来てクレメンス。それ何語なんですか？わーい、ヘリが来たの。基地に迎えに来てくれるの？はいクリア。めっちゃ簡単じゃないか。私たちの努力は何だったんだ。